のささやきの朗読やその日の夕方、仕事を早退して帰宅をした直後に電話が鳴った。画面には市役所の文字。番号もそれらしく疑う理由がなかった。受話器越しの男は医療費の還付があると言った。穏やかで落ち着いた声。こちらが不安にならないよう丁寧な説明のリズムを保っていた。俺は半信半疑で聞き流していると、男は紙をめくる音を立てながら、俺の名前、俺の住所、俺の生年月日を正確に読み上げた。その瞬間、嘘か本当かの判断が一気に揺らいだ。男は続けた。必要書類を封筒に入れて、指示するポストへと投函してください。淡々とした口調だが、なぜか妙に慣れている感じがした。電話を切った後、家の中の空気が急に薄くなったように思えた。何かおかしい。そんな直感だけが残ったんだ。俺は念のため封筒を作り、中身の書類を入れた。だが封を閉じる前に持ち上げたとき、違和感が走った。軽い。紙一枚より軽かった。まるで中身が入っていないような不自然な軽さ。封を開けて確認しようとした瞬間、玄関のチャイムが鳴った。誰かが来る予定はない。覗き穴を覗くが誰もいなかった。ただ、ポストの金属部分がわずかに揺れていた。風でも振動でもない。誰かが触れたような揺れだった。俺は恐る恐る玄関の扉を開けると、足元に封筒が置かれていた。俺が準備したものと全く同じ封筒だった。だが、ポスト投函ではありえないほど綺麗な置かれ方をしている。拾うとほんのり温かい。差出人の欄には市役所の名前が書かれてはいるが、文字が揺れて歪んでいた。嫌な予感がしつつ封を切る。中には俺が入れたはずの書類は一枚もなかった。その代わりに見覚えのない家の写真が数枚入っていた。暗い玄関、細い廊下、照明の落ちた居間。どの写真にも部屋の隅に黒い影のようなものが写っていた。人影でも物影でもない。そこに立っているとしか言えない輪郭。手が震えながら最後の一枚を裏返すと、俺の自宅の玄関が映っていた。撮った覚えのない角度。切れたままの電球まで正確に写っている。写真の端には黒いペンで小さく文字があった。次は中。部屋の空気が一気に重くなった。次は中。その文字が頭から離れず、玄関にも部屋にも落ち着いて立ってはいられなかった。誰かが俺の家を外から撮っていたという事実の方が胸の奥を深く押しつぶしてくる。
部屋に異変がないか確認しようと立ち上がった瞬間、スマホが震えた。画面には市役所を名乗る番号だった。出ると昨日と同じ落ち着いた声が聞こえてきた。書類、まだ投函されていませんね。確認したところ、不備があるかもしれません。もう一度封筒をお送りしますので、中身を入れてから返送してください。返送？俺はまだ返してもいない封筒を返送と言い切ったんだ。昨日届いた封筒の中には書類ではなく写真が入っていたことを思い出し、喉の奥が急に乾いた。電話の向こうの男はこちらの沈黙なんて気にも留めず、一定のリズムで話を続けた。すぐに届くと思いますよ。受け取ったら必ず中を確認して指示通りに。中を確認して。昨日は中を見るなという気配の方が強かったのに、今日は中を見ろ、そう言ってくる。言ってる意図が全く読めない。通話が切れると玄関でチャイムが鳴った。一度、二度、三度。間隔が異様に短い。覗き穴を見ると誰もいなかった。ただ足元に影が吸い込まれるように消えた気がしたんだ。俺は恐る恐る扉を開けると、廊下には誰もいなかった。だが足元には新しい封筒が置かれていたんだ。紙の内側に人の体温が残るような生々しい温度があった。差出人欄にはまた市役所の名前。だが昨日より文字の揺れが激しい。書いている手が震えていたのではなく、書かれた後に何かに歪められたような不自然さだった。封を切ると、やはり書類は入っていなかった。だが今回入っていたのはたった一枚の写真だった。俺の自宅の玄関の内側から撮られたものだった。靴箱の位置、傘の跡、落としっぱなしの買い物袋の影。見慣れた光景そのままだった。だが一つだけ違うものがあった。玄関の扉の隙間に黒い影が差し込んでいる。外側から誰かが立っている高さの位置にくっきりと。その影の細く長い形を見た瞬間、背中を滑るような冷たさが走った。昨日の写真の影と形が全く同じだった。写真の下にはまた手書きの文字。入るね。その瞬間、部屋の奥、キッチンの方から何か重いものを床に引きずるような音が聞こえてきた。この部屋には俺しかいないはずだ。誰もいないはずの家で何かが動いた。キッチンの奥から聞こえた音は生活音と明らかに違う湿った摩擦のような響きだった。金属が床を引きずる音にも似ている。人が歩く足音ではない。それでも誰かがそこにいるという気配だけは確かにあった。
俺は息を潜めてキッチンへ近づく。照明はついている。テーブルも椅子もそのまま。食器も置いていない。ただ奥の床だけうっすらと濡れていた。水でも飲み物でもない。何かを引きずった後にも見える。どす黒い影のような線がゆっくり冷蔵庫の裏へと続いている。心臓が胸の奥で無理やり暴れ、足が震えた。その時、また玄関で金属が揺れた。チェーンが外側から触られていたんだ。カチャカチャと規則的でもなく不自然でもなく、まるで入るタイミングを測っているような触り方だった。スマホが突然震えた。画面には市役所を名乗る番号。出ると男の声が昨日よりも低く湿っていた。確認しました。あなたの住所は対象住所に登録されました。対象住所。行政の言葉では絶対に出ない単語。意味はわからないのに直感だけが全身に警告を走らせた。続けて男は落ち着いた声でこう言った。封筒の写真は全部見ましたよね。なら大丈夫です。大丈夫なはずがない。昨日と今日の封筒は誰がどうやって届けたのか。家を取ったのは誰なのか。そして影の正体は何なのか。全く説明せずに大丈夫と言い切る声が逆に喉を締め付けてくる。男はさらに続けた。これから職員が伺いますので、ご対応のほどよろしくお願いします。嫌な静けさが家中の空気を濁らせる。通話が切れた直後、玄関のノブがゆっくりと回った。鍵はかけていない。このまま押し込まれたら終わりだ。俺は逃げようとして足を踏み出した瞬間、キッチンの奥からまたズルッと音が鳴った。冷蔵庫の裏から濡れた跡が手前へ向かって伸びてくる。本当に何かが移動している。玄関の方を見ると扉がわずかに開きかけていた。外側から押されている。もう逃げ道はない。その時、スマホが床に振動した。画面には見覚えのない番号。震える指で出ると男の声ではなかった。低く乾いた声。まるで電話越しではなく、すぐ耳のそばで囁いているかのような距離感で。もう中にいるよ。次の瞬間、キッチンの照明が一瞬だけ落ちて、冷蔵庫の裏から伸びた影が俺の足元まで触れた。玄関の扉が静かに閉まる音だけがやけに鮮明に響いた。高額バイトの募集を見つけたのは深夜だった。荷物を受け取って渡すだけ。
側近、身分証は不要。怪しすぎる内容なのに、金に困っていた俺は申し込んでしまった。翌日、指示役と名乗る男からメッセージが届いた。マンションの302号室にある封筒を取ってきてくれ。あまりにも簡単すぎて逆に不気味だった。住所を検索すると普通の住宅街にあるマンションだった。怪しい雰囲気は全くない。ここなら大丈夫だと自分に言い聞かせてそこへ向かった。夕方、現場へ着くとマンションは驚くほど静かだった。住人の気配が薄く、窓にも明かりがほとんど灯っていない。エントランスの前に立った瞬間、スマホが鳴った。ノックしなくていいですよ。中に封筒があります。中。その言い方が初めて妙に引っかかった。管理会社のサイトで確認をしたとき、302号室は空室と表示されていた。空室なのに中に封筒がある？疑問を抱いたが、引き返せる雰囲気ではなかった。エレベーターで3階へ上がる。廊下の空気が重い。照明はついているのに妙な薄暗さが残っていた。302号室の前に立つと、扉の向こうからかすかな物音がした。生活音にしか聞こえない誰かが椅子を動かすような音だった。空室のはずだ。どう考えたっておかしい。俺はスマホを取り出し、指示役に連絡をしようとした瞬間、画面が震え、着信が入った。こちらが動いた瞬間のタイミングで電話が来る。まるで見られているような気味の悪さ。電話に出ると、男は落ち着ききった声でこう言った。大丈夫ですよ。入ってください。なぜ中の音に気づいている？なぜ俺が玄関の前で立ち止まった瞬間に電話が来るんだ？廊下のどこか、あるいは近くの部屋から誰かが俺を見ている。そうとしか思えなかった。それでも金銭の焦りと、ここで逃げることの怖さの方が勝ってしまった。ノブを回すと鍵は開いていた。静かに押すと扉が開く。中は空室のはずなのに驚くほど整えられていた。新品のテーブル、ソファー、そしてカーテン。冷蔵庫には通電している音がかすかに響いていた。まるで住んでいる人間がついさっき外出したばかりの空気だった。それなのにその場には人だけがいない。玄関の扉を閉めた直後、見えないはずの部屋の奥で椅子を引く音が確かになった。その音に反応するようにスマホが震える。画面にはまた指示役の名前。電話に出ると今度は囁くような小さな声だった。そこ、前の受け子が使っていた部屋なんですよ。封筒を取ったらすぐに出てください。
前の受け子、胸の奥が冷たくなった。この部屋はただの空室ではない。明らかに何かに使われていた部屋だったんだ。そして今その続きを俺がやらされようとしている。テーブルの上に封筒がポツンと置かれていた。白無地で印字も何もなかった。ただそれだけなのに異様な存在感があったんだ。近づこうとした瞬間、部屋の奥で音がした。布が擦れるような音だった。人が立ち上がった時に響くような気配にも似ていた。空室のはずの部屋で何かが動いた。背筋をなぞるような冷たさが広がり、呼吸が浅くなる。封筒を手に取ると驚くほど軽かった。中身が入っている気配が全くないんだ。ただの紙切れを持ったような軽さだった。その時、またスマホが震えた。指示役から短いメッセージ。中身を見るな。すぐ出ろ。なぜ見るなという？そもそもこの部屋に誰が封筒を置いたんだ？疑問だらけなのに全てを遮断するような命令だった。俺は考える間もなく部屋の隅からカタンと音がした。何か硬いものが倒れた音。反射的に振り向くが人影はない。ただ玄関の方から今度はコツッコツッとノブを叩くような音が聞こえてきた。誰かが外にいる。この部屋の前に立っている。心臓が激しく跳ね、息が乱れた。そしてスマホに再び着信。指示役だ。出ると声がさっきより近かった。通話越しとは思えない距離感で囁く。外の人は出入りをする人じゃない。気づかれたら終わるぞ。終わり。その言い方には脅しではなく経験から来る確信があった。胸の奥がひどく痛む。この部屋で前の受け子が何をされたのか、どうなったのか、言葉にされなくても分かっていく感覚があった。封筒を握りしめた手に汗がにじむ。頭の中に最悪な想像ばかりが浮かぶんだ。早く出ないといけない。そう思って玄関へ向かうと、ノブが外側からゆっくり回った。完全に回しきらず、少しだけ。動かしては止めて、また動かす。まるで中の反応を探っているような不気味な動き。足が凍りついて動けなかった。ノブの動きが止まり、今度は扉の下のわずかな隙間に影が落ちた。立っている。そこに誰かがいる。その時、またスマホが震え、また指示役の声。ドアを開けちゃいけない。その人間はこの部屋にいた前の子を探してます。前の子。俺は呼吸が止まった。この部屋で
前の受け子が消えたという意味だ。そして今、その行方を探す人間が俺がいるこの部屋の前に立っている。影が少し揺れた。足音は一切しないのに気配だけが近づいてくる。ノブがまたゆっくり回された。もうダメだと思った瞬間、廊下の奥で別のドアが開く音がした。その気配に気づいたのか、玄関前の影がスッと消えるように動いた。足音一つなく、本当に影だけが横を滑るように消えていった。しかし安心する間もなく、スマホから短く一言だけ届いた。まだ終わってません。影が廊下の奥へ消えた瞬間、少しだけ足の震えが収まった。しかし息を整える間はなかった。指示役からのまだ終わってませんという言葉が頭の奥で響き続けていたんだ。封筒を握りしめたまま玄関から離れようとしたとき、部屋の奥からゴトッと鈍い音がした。生活音とは違う。誰かが壁に手をついたような重さのある音。空室のはずの部屋で確実に何かが動いている。背中を押されるような嫌な予感がして振り返ると、廊下の一番奥の部屋の扉がほんの数センチだけ開いていた。さっきまでは閉まっていたはずだ。開けた覚えもない。その暗闇の隙間からゆっくりと空気が漏れ出すように流れ、部屋全体がかすかに揺れた気がした。スマホが震えた。画面にはまた指示役の名前。出ると声はかすれていた。奥の部屋は絶対に近づかないで。そこは前の子が最後に入っていた部屋なんだ。言葉の途中で男の声が急に小さくなった。誰かに聞かれないように息を殺している気配が伝わる。いいか、封筒をその場に置いて玄関から静かに出ろ。戻らなくていい。鍵も閉めなくていい。とにかく音を立てずにそこから出ろ。とにかく男の声の緊張がそのまま恐怖として胸の奥に沈み込んだ。封筒を床に置いてそっと玄関に向かう。その時だった。奥の部屋の扉がギーッとほんの少しだけ広がったんだ。誰かが手で押したような自然な開き方。でも扉の向こうは完全な暗闇で、中の様子は一切見えなかった。ただ空気だけが冷たく、湿り気のある空気だけがゆっくりと流れ出てくる。玄関まであと数歩。手をドアノブに触れた瞬間、背後で、あの人、どこ？と、囁き声が聞こえてきた。男女どちらとも言えない。かすれた声、そして乾いた声。明らかにそこにいる誰かの声だった。振り向けなかった。振り向いたら終わる。ドアノブを回した瞬間、
廊下の薄い照明がわずかに暗くなり、背後の床を何かがゆっくりするような音が近づいてきた。逃げないと思った瞬間、玄関の外側で誰かが足音を立てて駆け寄ってくる気配がした。さっきの影の男かもしれない。外も危険、中も危険。それでもここに留まる方がもっと危ない。俺は急いでドアを開け、廊下に飛び出した。足音を殺して階段へ向かう。背後からは奥の部屋の扉が勢いよく開く音がした。絶対に振り向くな。その直感だけで階段を駆け下りた。1階に着く頃、スマホに短いメッセージが届いた。黙っていれば、あなたは関係者ではありません。そしてもう1通届いた。戻れば対象者になります。マンションを出て振り返ると、3階の302号室の窓がゆっくりゆっくり閉まった。そしてカーテンの隙間から誰かの影が確かにこちらを見ていた。そしてその日を境に、あのマンションから数日おきに空室情報の更新がされている。302号室は今も空室のままだ。誰が住んでいたのか、そして誰が消えたのか。あの日、俺が見つめていた影は誰なのか。そして前の子の代わりが次に呼ばれるのは一体誰なのか。オレオレ詐欺を始めたのは金が必要だってからだ。知り合いに誘われ、深く考えずに賭け役として入った。電話で人の不安を煽ることにも最初は罪悪感があった。だがその感覚は3日も経てば薄れてしまった。大金が入ると何も考えなくなるんだ。そんな俺が異変を感じたのは、グループの一人が突然失踪してからだった。受け子をやっていた男で、連絡が取れず、アジトにも姿がなかった。金を持ち逃げしたと思われたが、部屋には財布も携帯もそのまま置かれていた。まるで途中で急にいなくなったような消え方だった。その1週間後、今度は賭け役の一人が消えた。電話中に姿を消したらしい。最後に残った録音には妙な音が混ざっていたという。ノイズとも人の声ともつかない低く濁った音。仲間内で冗談半分に、なんか呪われてんじゃねえのかと話していたが、誰も笑っていなかった。本気で何かがおかしいと全員が感じ始めていた。3人目が消えたのはその次の週だった。今度は回収役。いつも使う車が道端に放置されて、鍵すら刺さったままだった。現場に駆けつけた仲間が言うには、車内には人影も争った形跡もない。ただ運転席のシートが濡れていて冷たかったそうだ。
だが水ではない。匂いもなく粘り気もない。でも触れた手がしばらく震え続けたという。もうやめねえかと俺が言ったとき、リーダーは笑いながらタバコを吸っていた。やめられんのかよ。みんな証拠残しすぎだろ。逃げたら逆に捕まんぞ。そう言って俺の肩を叩いた手が妙に冷たかった。その晩、グループの LINE の通知が一斉になった。見ると消えた3人のアカウントが同時にオンラインになった。既読もつき、打っているような反応も出る。だけど3人とももう行方不明なんだ。電源が入るはずがない。誰かが3人分の端末を操作しているのか。その時、グループの誰かが短く書き込んだ。返して。送り主は行方不明になった一人のアカウントだった。それだけで背中が一気に冷たくなった。3人のアカウントはそのメッセージを最後に全員オフラインになった。そして二度と誰一人として戻らなかった。その瞬間、俺たちは理解した。これは金のトラブルでも警察でもない。何かが仲間を順番に奪っているんだ。残っているのは俺とリーダー、そして2人の掛役だけ。あと4人。次は誰なんだ。3人目が消えてから数日、誰も動こうとはしなかった。新しい名簿が届いても誰一人として電話をかけようとはしなかった。だがリーダーだけが仕事は辞めないと言って発信準備を続けていた。その姿を見ているだけで胸の奥がざわついた。電話をかけている時のリーダーの表情が以前より異様に静かだったんだ。まるで感情が抜け落ちたような空っぽの顔。今日はお前がかけろ。そう命じられた瞬間、反射的に口が乾いた。嫌な予感が喉の奥にトゲみたいに刺さっていた。受話器を取る。名簿の番号を押す指が震えた。呼び出し音が数回鳴り、ようやく相手が出た。かすれた声、老人の女だ。いつもだったらここから息子になりすますパターンに入るが、この日は頭の中が妙にぼんやりしてセリフが浮かんでこなかった。その時、相手の女性が続けた。あなた、誰ですか？当たり前の問いなのに、背中に冷たい感覚が走った。何かがおかしい。俺はまだ名乗っていない。こちらは…と言いかけた瞬間、女性の声が急に硬くなった。どうしてあの子の声で喋れるの？心臓が止まった。俺はまだ息子の名前も何も使っていない。ただのもしもしとこちらとしか言っていない。
なのに相手は誰の声かを聞き分けた。そんなのありえない。その人の息子と俺は関係のない赤の他人だ。真似てもいない声をどうして。俺は一瞬で通話を切った。手が汗で濡れ、受話器の黒い樹脂がぬるぬるした感触になっていた。すると俺のスマホが震えた。画面には先ほどかけた番号。折り返しだった。俺が出るか迷っていると、なんと勝手に通話がつながったんだ。だがスピーカーからは老人の声とは違う声が聞こえてきた。低く濁った声。ゆっくりとゆっくりと話す。あと3人。呼吸が止まった。意味も理由も説明はなかった。だがその言葉が指すものは明らかだった。残りの仲間は3人。つまり次の順番が決まっているということなんだ。その瞬間、別室から悲鳴が上がった。もう一人の掛け役だ。全員が駆けつけると、男は電話を握りしめたまま震えていた。顔色は真っ青で、口だけがわずかに動いていた。耳に当てていたスマホから人の声とは思えないノイズが漏れていた。リーダーが電話を奪い取って切ろうとしたが、画面は真っ暗でボタンが一切効かない。ただスピーカーからはゆっくりした声が続いていた。あと2人。残り2人。つまり次は俺かリーダー。部屋の空気が異様に重くなった。外では風も吹いてはいないのに、カーテンだけがゆっくりと揺れ続けていた。この部屋のどこかで誰かが見ている。そう思わずにはいられなかった。あと2人。その声は脅しではなく、回線の奥から流れてくる通知みたいな響きで、空気が沈んだまま動かなくなった。消えた仲間たちの端末が同時にオンラインになり、既読がつき、入力中の表示まで出る。けれど本人は誰も戻らない。端末だけが独立をして動いているみたいだった。リーダーが青ざめた顔でつぶやいた。番号がやられてる。回線そのものが変になってる。詐欺用に使い回してきた SIM、転送設定、名簿、履歴、全部一本の線でつながっていて、その線の奥に何かが入り込んでいると分かった。俺のスマホが勝手に熱を帯びた気配がした。触ってもいないのに画面が自動で発信に切り替わり、相手は不明のまま呼び出しが始まった。通話終了を押しても動かず、スピーカーからは濁った低い声がにじむように漏れた。お前ら、よく喋るな。声は人の口から出る音ではなく、線の中を流れる雑音が形になったような湿った響きで、耳の奥がざわついた。リーダーが
スマホを床に叩きつけても画面は割れず光り続け、白い光の中心に黒い文字が浮かび上がった。あと一人。残っているのは俺とリーダー。順番はもう決まっていて、どちらが先かだけが未確定の状態になった。部屋の空気が一気に冷たくなり、カーテンが風のない室内でゆっくりと揺れた。回線の中から漏れ出した何かが部屋の中に入り込んだのが分かった。リーダーは逃げるぞ。と言ってドアへ向かった。俺も続こうとしたが、足元に細い何かが触れた気がした。それは指でも手でもなく、電話線の線みたいな冷たい細い感触で皮膚の下にまで入ってくるような嫌な触れ方だった。背後で俺のスマホが勝手になり、着信名は消えた仲間だった。出る前に勝手に通話がつながり、濁った声が耳のすぐそばで囁いた。順番通り。その瞬間、廊下の奥からリーダーの声が弾けるように響いてきた。何かにつかまれたような音と、壁にぶつかるような鈍い衝撃。靴が引きずられる音が遠ざかり、急に静かになる。次の瞬間、リーダーのスマホが廊下から転がってきて、俺の足元で止まった。その画面には真っ暗な背景のまま、白い一文だけが浮かんでいたんだ。完了。周囲の空気がふっと沈み、俺のスマホが小さく震えた。画面には発信履歴が勝手に連なり、かつて俺たちが騙してきた番号が順番に表示されていく。だが最後の一件だけが違った。発信元が俺になっていたんだ。通話回線が俺を使っている。線の中に取り付いた霊がつながっている最後の一人を呼び出そうとしている。その時、耳元でどこからともなく呼び出し音が鳴った。スマホを手に持っていないのに空気が直接鳴っているみたいだった。そして濁った声がすぐ後ろで囁いた。最後はお前。俺は振り向けなかった。天井の隅から黒い影がゆっくり落ちてくる気配だけが首筋に張り付いて離れなかった。それは人影ではなく、線が束になって形を作ったような歪んだ輪郭をしているのが分かった。そして俺は悟った。これは恨みでも正義でもない。詐欺に使われ続けた回線に取り付いた霊が線を伝って芋づる式に回収しているだけなんだ。そして最後の線はもう俺の喉元に触れていたんだ。